空が青いなはい、おはようございます。今日は3月12日木曜日でございます。はい、今日もね晴天でございまして、気温はちょっと寒いんですけど、日中はねまた暖かくなりそうな予感でございます。はい、ということでね、皆さんね理不尽なことって世の中結構いっぱい起こると思います。はい。でやはりね、なんかズルされて、意地悪されて、なんですかね、自分だけ良ければいいっていうような人にね出会ったり、嫌なことされたりね、はいすると思いますけども、世の中にはねそういう理不尽なことがいっぱいあるんで、そもそもですね、それを真に受けて、自分がですね、怒ったり、不安に思ったり、反発したり、そういうことはね、しない方がいいと思います。はい。自分がやられちゃいますんでね、そういうネガティブな感情を持つとね、はい、そういう時はねしれーっとスルーしてください。はい。それが一番いいです。世の中理不尽なことがあるし、その場面だけを切り取ると、その人がね、得してるように見えるかもしれません。その理不尽をした人がね。はい。ところがですね、その理不尽というした人っていうのは、結局また違う人から、理不尽な思いをさせられます。はい。これはねもう絶対的法則です。はい。ですのでね、世の中理不尽なやつがのさばってね、金儲けてね、威張ってると思われるかもしれませんが、そういう人たちは長続きしませんので、絶対に。はい。ですのでね、それに対して、自分がこっち側がね、不安に思ったり怒ったり、仕返しをしてやろうとかね、いうネガティブな感情を持つとですね、自分もまたさらに引き寄せますんでね、そういう時はしれーっとスルーしてください。はい。もうそれしかありません。はい。ですので、世の中理不尽なことだらけでございます。でね、でもそれで悩んでもしょうがないんで、はい。自分は違うんだと、思って、そいつはしれーっとスルーしてください。はい。ですので、そうするとね、ポジティブに、自分がなってると、ポジティブなことが訪れますんでね、皆さんね、はい、しれっとスルーです。はい。相手にしちゃいけません。はい。ということで、今日もね、頑張って、リサイクルショップもね、いろいろやってるといろいろあるんでございますよ、本当はね。はい、あるんですけど、元気にね、はい、やっとけば、そんなのも吹き飛んで、はい、いいお客さんがいっぱい、集まってきますんでね。はい、ということで、本日もよろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日はね、2、3人しかお客さん来ませんでした。はい。そんな日もありますよね。はい。ということで、午後からね、また、フッツラブハウスセカンド行って、床解体が終わったんでね、サッシ周りですね。サッシ1回外してで基礎を、カッターで切ってはっていきたいと思います。ということでもうありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。
もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。みんなチャンネル登録お願いしますね。それではドローンいたします。ドローン。はい、ということでね、今日午後から、はい、またリサイクルショップじゃないや、うつラボハウスセカンドやってまいりました。はい、今日はね、床がね、だいぶ解体できましたんで、このサッシ回りね、ちょっとやっていきたいと思います。それと以前ね、ここ工事した時に、近所のおじさんがですね、デジカメ、ないかということで、それをねネットで入手しましたんで、それをね今取りに来るっていうんで、はい、それを、お渡ししたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いします。人月。はい、それじゃあね、今日は、床取れましたんで、ここの部分ね、入り口の部分、ここのブロックのね部分を、GL、耕運機とかね、段差なく入れられるようにブロックをはつって壊して、このサッシをね、一段下げてっていうのをやっていきたいと思います。ではまずねサッシを取っていきたいと思います。ということでね、今日は、サッシ回りですね、を外していきたいんですが、もともとね、外壁サイディングはね、サッシ取り付けた後におっと誰か来たようですね。はい、この前のね、おっちゃんですね。デジカメの、メモリの内容が見れなくなっちゃったということで、デジカメが壊れちゃったんですね。はい。でね、どうやったら見れるかということでね、じゃあ同じ機械買うしかないかなみたいな感じでね、昔のねデジカメってねフォーマットが違うんで、今のね、共通性っていうのがなかったりするんですよ。そのデジカメしか使えないと。そういうことなので、中古でね、ネットで探してあげまして、それでいいから買ってくれということだったんで、買って先ほど、お渡しいたしました。ということでね、もしね、皆さんね、ネットで注文してほしいというお客さんがいらっしゃいましたら、お声掛けいただければ、いろいろ探して対応いたします。はい、マルチツールのね刃がねもうなくなってしまいました。これ交換してきます。はい、交換完了。もともとねサッシつけた後に今この白いね外壁のサイディング貼ってるんで、綺麗にピシャリとね、収まってるんですが、今度はサイディングをつけたままサッシを外しますので、その余白部分ですね、はい、ちょっと切り取らないといけないということで、切り取っております。ということでね、またですね、近くのですね近所のガソリンスタンドが後継者不足ということで閉店することになりました。はい。でね、金谷ってね、ちょっといつもね、行ってるところなんですが、普通のこっからね2、30分のところですかね、こちらのスタンドも、今月中で、店を閉めると、そういうことで、スタンドがね、だんだんなくなってしまっていると。で、あと、近所のね方も聞いてると、漁師さんがですね、もう年なので、をね、乗るのをあと1年か2年でもう後継者がいないのでやめちゃうという話。それとね、農家さん、もう農家さんで、それも、後継者、
後を継ぐ者がいないので、お米ももう終わりだと、そういうようなね、状況がですね非常に、目立っております。ここ富津ですのでね、こちらをねなんとかしないといけないと、そういうようなね、気持ちが非常にふつふつと強くなってまいりました。ですのでね、私微力ながらですね、なんとか、富津の経済にね、発展に寄与できればいいなと思っております。で一つ考えているのがですね、なんとかね、富津再建のためにはですね、3つのものが必要なのかなと思っております。で1つはね、ファイナンスですね、お金ですね。はい、資金も当然必要になってくるでしょうし、あとね補助金や、助成金などのね、申請も、していかなきゃいけないし、とにかくクラウドファンディングとかで資金も集めなきゃいけないと、ファイナンスですね。で2つ目は、人ですね。やはり人材が、必要になってきますので、人材、若い人材、もしくはねやる気のある人材を多く集めないといけないと。で3つ目がですね、経営再建、いわゆる既存の産業を今までと同じやり方していると、やはりね倒産してしまいますんで、やり方を変えて企業再編をするというスペシャリストが欲しいと、そういうような感じでね、その3点から再建させていただければいいかなと思っております。はい、ということでね、本日は冊子ね、ここ切りました。で次回、こちらをね、脚立持ってきてね上場切んなきゃいけないのでね、はい、次回やっていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、いよいよねサッシ外して、下ブロックはつって、でサッシちょっと下げて、で、地面ね直接耕運機が入れられるようにねやっていきたいと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで、意外と寒いですね。今日はね外ですしね。はい、ということで、以上となります。ありがとうございました。人月